こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。このチャンネルでは発酵食などの食に関する知識や健康と食に関するお話をいろいろさせていただいております。なんですけども、今日はちょっとですね、番外編ということで、お肌の話、美容のちょっと話をですね、していこうと思います。以前にも発酵食で甘酒を作って、で甘酒でパックするといいですよとか、それ以外にもちょっと美容関係のお話もしたことがあってですね、たまにちょっとこういうこともやろうかなと思っています。なんでかっていうと、やっぱり発酵食とか食と健康に興味がある方っていうのは美容にも興味があって、しかもですね、やっぱりちょっとそのお化粧とかそういうことよりの話よりかはスキンケア、ナチュラルなスキンケアっていうのをしていきたいと思っている方が多いと思いますので、そういう話をですね、ちょっと今日はしていこうと思います。で、どういう話かっていうと、私のこれ体験談ですね。めちゃくちゃ肌荒れしたっていう体験談、ただただその体験談になるんですけども、ですね、ここ半年ぐらい、3月ぐらいからですね、今年の春ぐらいからすごい肌荒れに実は悩んでいたんですね。もともとすごく肌が荒れることってそんなに少なくって、だいたいいつもいい状態をキープできているわけなんですけども、それは普段から食に気をつけていたりとか、そういうことももちろん影響していると思うんですけども、今年の3月からですね、もう異常なぐらいの肌荒れに悩まされていたんですね。で、なんでYouTube とかを撮影するのもなかなか撮影することができないぐらい顔がおかしな状態になってしまったりとかしていましたので、ちょっとその体験談とかそれに対する対処法とかそういったことをお話ししようと思います。で、まずですね、やっぱり3月ぐらい4月ぐらいとかに一番最初に肌が荒れたのが、ニキビだったんですよね。で、今までニキビってほとんどできたことがなかったんですよ。思春期とかもニキビがある体質ではなかったし、大人になってからも、たまにポツとかって出るぐらいで、そのボツボツいっぱい顔中にニキビができちゃうみたいなことって今まで一度もなかったんですね。この42年間一度もなかったんですけども、突如ニキビがいっぱいできだし、最初このおでこのこの辺だけとかだったんですけど、だんだんこの辺とかも全部広がってきて、ブワーって顔中にニキビがどんどんできるようになっちゃって、これはおかしいと思っていたわけなんですけども、で潰したりとかしてですね、いろいろ潰しても潰してもまた出てくるみたいな感じでなっていて、でその原因は分かってるんですね。何かっていうと、その時期も仕事ですごいストレスがかかっていて、いろんな精神的なストレスですよね、すごいかかっていたので、そのストレスがすごいのしかかってるっていうのはもう自分で把握していたので、それが原因なのかなっていうところですね。本当にですね、これも生まれて初めてなんですけど、生理が止まったんですよ。2ヶ月ぐらい生理がなくって、本当にそれって生まれてだいたい28日周期とかでずっと正常に来ていて、妊娠の時期とかを除けばずっと普通に生理が来ていた人なのに、急に生理が来なくなっちゃったので、もうびっくりして、このまま閉経するんじゃないかなと思ったぐらい、それでちょっと早期閉経かなっていうふうに諦めかけてたぐらいなんですけども、とりあえず2ヶ月生理も止まって、でそれと同時にニキビもバーっていっぱいできちゃって、結構ですね、40代ぐらいになってホルモンバランスが崩れることによってニキビが発症するっていう方も多いみたいなんですね。なので思春期にニキビがない方も40代以降だんだんこのホルモンバランスが崩れていって、女性ホルモンが少なくなっていって、でそれで崩れることによってニキビができてくるということが結構ですねあるみたいです。なんでそのストレスかかってホルモンバランスが崩れるとニキビができるのかっていうと、要はホルモンバランスが崩れることによってうまく代謝ができないんですね。で皮膚もうまく代謝ができないので、この毛穴が詰まっちゃうわけなんですよね。毛穴の中にあるこの皮脂が普通なら
こうどんどん外に出て剥がれていくんですけれども、それがうまく剥がれずに閉じこもっちゃう。でその毛穴に皮脂が閉じこもって、そこが炎症を起こしてぷくって膨れてきちゃうみたいな、それがニキビなわけなんですけども、そういったことが起こっていました。でニキビすっごいできたので、ものすごい辛くって、さすがに皮膚科に行って、なんか変な病気かなっていうのもあったので皮膚科に行って、ちょっとお薬をいただいたんですね。でその時お薬いただいたのがこのアダパレンゲルというやつですね。これディフェリンゲルっていうやつです。要は、ディフェリンゲルって調べていただくといろいろ出てくると思うんですけども、新しいというか結構新しいニキビの治療薬ですね。でそのディフェリンゲルっていうのが先発品で、このアダパレンっていうのは後発品、ジェネリックですね。ジェネリックの方の、アダパレンってやつをこういただいたわけなんですね。成分はほとんど一緒です。 0.1% のそのアダパレンっていう成分が入っているゲルということで、これがですねニキビ治療には画期的っていうふうに言われていて、実際ちょっと使ってみたらですね、すごい効き目でした。普通に保険でもらえる、ニキビがひどいんですって言って皮膚科に行けば保険適用で処方してもらえるお薬なんですね。でなんていうんですかね、刺激は結構強めですね。何かっていうと、副作用というか、これの薬を塗ることによって起こる現象っていうのが結構バーって肌が赤くなっちゃって、一時ニキビもひどくなって、で皮がベロベロめくれてきたりとか、結構すごいことになるんですけども、その後ですね、そこの段階を我慢するとだいぶこうめくれてきて綺麗になってきて、もう最終的にもツルッツルになります。これ使うとですね、結構最初塗った時にそうやって赤くなったりとか、すっごい痒くなったりとかヒリヒリしたりとかしてきてしまうので、なかなかそういうのが一瞬でも一日でもあると嫌っていう人とかは続かなくって断念しちゃうっていう方も多いらしいんですけども、そこをなんとか我慢して乗り越えれば本当にこれ綺麗な肌になるんですよね。でどういうことが起きているかっていうと、これは要は肌の代謝をこう促してくれる、ターンオーバーを促進してくれるっていう作用が、ある、成分が入っているわけなんですね。なので、普段通常健康な肌だったら自分の力でこうターンオーバーをこうしていって、どんどん、いらないこう角質とかを剥がしていくんですけども、それを促してくれるっていうものですね。なので、それをすることによって毛穴の詰まりをまず予防してくれるっていうわけなんですね。毛穴が詰まりさえしなければそこに皮脂が溜まって炎症が起きるっていうこともないので、予防にもすごくいいです。なので、最初こう赤くなっている、ニキビでバーって腫れて赤くなっている時はちょっとこう炎症を抑えるようなお薬を塗って、その後にこれを塗るという感じなんですけども、でニキビが治った後もこれずっと使い続けると実はすごいいいらしいんですよ。この皮膚科の先生とか曰く美容効果、美肌効果がすごくあるわけなんですね。なので一応これニキビの治療薬として処方される薬なので、美肌効果がありますっていうふうには謳えないんですけれども、実際はそういう効果があるということですね。なので、一時のニキビとか、慢性的なニキビ、昔からニキビ肌で持っているっていう方も、まずはこれを使ってまずはニキビを治すっていうことをするといいと思うんですけども、そのニキビが治った後もこう定期的に、毎日たっぷり塗るっていう必要もないかもしれないんですけども、2、3日に1回とか2日に1回とか、薄く塗っていくとかっていう風にすると、自然とこう肌のこうターンオーバーを促してくれるので、毛穴の詰まりを予防するし、どんどん要はくすみとかもやっぱりこの皮膚一番上に残っているもう剥がれ落ちてもいいようなやつが残ってるからくすみとかの、原因になるので、そういったこともですね防いでくれて、要は美肌美白につながっていくということなんですね。なのでこの、アダパレンですね。アダパレンっていうもの、ディフェリンゲルというやつですね。これすっごくおすすめです。私もですね、今後これ初めて出会ったんですけど、ニキビがもう治っていて、
別にこれ使わなくてもいいんだけどもちょっと定期的にですねずっと使っていこうかなと思っています。また今後もですねホルモンバランスがやっぱりこの年齢とともに乱れていって更年期に入っていくまでの間特にですねやっぱり乱れてニキビができるかもしれないので、予防するっていう意味でも、これをですね使っていきたいなと思っております。ということで、ニキビの話は、ここまでなんですけれども、でその後もですねなんかやっぱりちょっとストレスで免疫力が下がっていったのかなぜかいっぱいわーってニキビができてるって思ってて、でなんか皮膚科に行って先生ここにもまた増えてきたんですって言って見せたらそれニキビじゃないよねって言われて、ここにできてる部分のやつだけなんかニキビじゃないよそれっていう風に言われて何ですかって言ったらちょっと押してみるねとか言ってこうやってギューッとなんていうんですかね圧をかけてニキビって押すと膿がビュッて出てくるんですけど、それが全然できなくてなんかびくともしないんですよね。どんだけグーってほじっても全然びくともしないようなやつがわーってこの辺に10個ぐらいできてて何なんですかっていう話なんですけど、多分その皮膚科の先生曰く尋常性遊勢っていういわゆるイボなんですね。イボが顔にできてるっていうふうに言われてってなって、それも生まれて初めてだったのでなぜっていう感じなんですけど、それはウイルス性のイボなのでどこかからウイルスを拾ってきちゃったっていう、でそれがこの皮膚に感染してイボができたというやつなんですけども、よくそのイボって尋常性遊勢っていうのって、プールとか銭湯とかそういう公衆浴場とかのマットで拾ってきちゃってで足にできるとか手にできるとかでその手とか足とかにできたイボをその手で触ってそれがちょっと顔に触っちゃって顔に移るとかそういうことって結構ありえるみたいなんですけども、私の場合あんまりそういうなんか思い返してみてもそんなとこに行った記憶もないしちょっとなんか原因がよくわからないんですけども、子供がいるのでもしかしたら子供がどこかから拾ってきてその子供が手でこの顔を触ったことによって移ったっていうことも考えられるんですけども、そんなこともあったりしました。でそのイボはどうしたかっていうと冷凍凝固法っていうやつがあってドライアイスみたいなやつでジュッて焼くんですよね。で全部ジュッて 10個ぐらいのやつを全部ジュッて焼いていただいてで焼いた後、1ヶ月ぐらいするとポロって取れるからっていうふうに言われてで分かりましたっていうふうにしていたんですけど、なんかすごい1週間経っても本当にびくともしないんで、その冷凍で焼いてもらった後1週間後ぐらいにあまりにも、自分の中で気持ち悪くって見た目がすごいグロいんですよ。なので我慢できなくって自分でもうほじっちゃったんですよね。絶対にほじってはいけませんっていうふうに皮膚科の先生に言われてたんですけども、ちょっと気になりすぎてほじって取っちゃいました。でほじるともうちょっとやそっとじゃほじれないんですよ。ちょっとやそっとほじったぐらいではびくともしないんですけども、めちゃくちゃ無理やりなんか爪楊枝とか使ってギュッみたいなことをやって、そしたら血がちょっと出て取れました。なんか何個かポロポロって取れて、で多分それでほじると見た目のイボが取れるから気分はいいんですよ。気分はいいんだけども絶対に跡が残るよっていうふうに言われていて、なので絶対本当はほじっちゃダメなんですね。ほじってはダメなんですけども私は我慢できなくてほじっちゃいました。で結果どうなったかっていうと跡は残らずに綺麗に治ったので本当一安心という感じだったんですけども、多分肌がもともと強いんでそういう何かがトラブルとかがあっても回復すれば元にきちんと戻ってくれるという感じなのでいいんですけど、肌がもともと弱い人とかも本当にそういうのをほじったりとかニキビを潰したりとかするのはやめた方がいいと思います。はい、でそれが2つ目のトラブルなんです。ニキビ、その次がイボで、その次3つ目がもう一番大変だったんですけどもえらいことになりました。どうなったかっていうとですね、結果言うと金属アレルギーなんですけれどもこの時期なので、夏今、7月ぐらいかな、それが7月ぐらいに起きたんですけども、日焼けしますよね。なので日焼け止めを塗ったんですよ。でそれによって、起きた現象っていうのがですね、これ
一回ちょっとこれわかりますかね、こんな感じで見えるかな、すごい荒れたんですよ。真っ赤っかになっていて、こんな感じの肌に、一度なりました。でこれ別にそう大したことないんですけども、普段私もここ何年も日焼け止めって塗ってなかったんですよね。なんでかっていうと、ずっと昔使っていた化粧品はなんか日焼け止めを推奨してなくって、でファンデーションにそういう日焼け止めの成分入ってるからいいよみたいな感じだったりとかして、とにかく何年も塗ってなくって、で、ここ最近もですね、あまり日焼け止めって塗らない方がいいっていうふうに思っていたのでずっと塗ってなくって、だけどつい最近なんかのきっかけでなんかちょっと有名な皮膚科の先生みたいな人が日焼け止めは絶対に塗らなきゃダメだよみたいなことをかなり力説している動画を見てしまって、でそれでなんかちょっと影響されて、やっぱり日焼け止め塗った方がいいのかなっていうふうに思ったんですよね、ふと。で思ってじゃあでも塗るんだったらやっぱり肌に優しいものを塗らなきゃいけないっていうことでちゃんとオーガニックなやつとかを調べたりしてオーガニックの日焼け止めを購入して塗ったわけなんですよ。それが原因となった引き金となったということなんですけども、でそのめちゃくちゃ肌が荒れた化粧品日焼け止めですねに関しては別にそれがっていうわけじゃないので、あえてそのメーカーの名前とか出さないですけども要はその日焼け止めに入っている成分なんですよね。で成分がオーガニック成分なんだけれども、オーガニックの日焼け止めって大体ですね、酸化チタンとか酸化亜鉛とか酸化鉄っていうのが入っているのがほとんどなんですね。日焼け止めって紫外線吸収剤と紫外線、散乱剤っていうのが2種類あって、吸収剤の方はそれが体に吸収されていってしまうからあまり良くないっていうのはすごく言われていて、なのでオーガニック系の化粧品っていうのは必ずその吸収剤は使ってないっていう体で、散乱剤を使うわけなんですね。でその散乱剤っていうのが酸化チタンとか酸化亜鉛とか、そういったものなんですね。で大体それが入ってます。それによって日焼け止め効果があるわけなんですけども、ただその酸化亜鉛とか酸化チタンって、鉄ですよね。金属なんですよね。でその金属が顔につくっていう状態になった時、もともとその金属アレルギーを持っている人っていうのは、当然そこでアレルギー反応を起こしてしまうということなんですね。でさっきお見せした写真が、その、日焼け止めを塗ってから、2日目ぐらいなんですぐには出なかったんです。すぐにはムズムズするぐらいでムズムズは確かにしたんですけど出なくって、2日目ぐらいになって、で次の日に、大変なことになったんですよ。ちょっとここから閲覧注意な感じなんですけど、ちょっといきますね。結構やばいですよね。結構やばい感じに、なってます。こんな感じでここも結構やばい。こんな感じですね。もうすごいなんていうか、もうポンポンに腫れてるんですよ。はい。めちゃくちゃもうポンポンに腫れて、もう目が見えないぐらいに、なってきていました。で、さすがにそうなったらやばいと思って、もう皮膚科に行って大変ですっていう感じで、でも本当別人みたいだったんですよね。原型とどめてないぐらい腫れてしまって、ちょっとやばい状態だったので皮膚科に行って、ちょっとこの日焼け止めが原因かもしれないっていうのでいろいろ調べてアレルギーの検査とかもしてもらってっていうのをやったんですけれども、でそこでステロイドの塗り薬と、あとは、結構強めの花粉症っていうか、アレルギーの飲み薬ですね、それをいただいて、で2日ぐらいで腫れは引いて、だんだん肌の赤みも引いてきて、治っていきました。でステロイド剤はですねもらったんですけどほとんど塗ってないです。なんでかっていうと、私は昔ステロイド剤を肌荒れに塗りすぎて、大変な目にあった経験があるので、ステロイドは顔には絶対塗らないというふうに決めてるんですけども、あまりにひどかったのでちょっと1回2回だけ薄くは塗ったんですけど、それ以外ステロイドを塗ってなくって、アレルギーを抑える、炎症を
抑える飲み薬を少し飲んだだけで、収まりました。で収まって、その後おそらく、アレルギーの検査の結果とかもそういう花粉的なアレルギーとかではなかったので、おそらくですねその金属アレルギーだろうというふうに病院の先生からも言われたので、いろいろと調べていたらやっぱりこの酸化亜鉛ですね、酸化チタンと酸化亜鉛って、2大、紫外線散乱剤ですね、散乱剤っていうのがあるんですけども、そのうち、酸化チタンはあんまり出にくいと、アレルギーの人も、使いやすい。だけど酸化亜鉛はやっぱり金属アレルギーの人は結構出る人が多いっていうので、金属アレルギーの人は酸化亜鉛が入ってないやつを選ぶといいですよっていう記事とかをたくさん見たんですよね。なのでそうかっていうふうに思って、確かにその最初に使った、海外製のものだったんですけど、海外製のオーガニックコスメの、日焼け止めで、それには紫外線散乱剤で酸化亜鉛、酸化チタン両方とも入ってたんですね。で、多分ですね、おそらく酸化亜鉛の分量がもう多かったのかなっていう気はしています。で、ちょっとだけならいいんだけど、あまりにもたくさんその酸化亜鉛をわーって一気に塗ったことによってアレルギーが出たのかなっていうふうに、予想なんですけどして、いたので、じゃあどうしようって、他に今使ってるやつでもしかしてそういうの入ってないよねっていうふうにちょっとふと思って、でふと思ったんですけど、普段私こちらのこのノブっていうこれですね、ノブ、このプレストパウダーを使ってるんですね。このノブっていうシリーズの敏感肌用みたいなやつなんですけども、これのプレストパウダーを使っているんですが、このプレストパウダーの、SPF 値が35ぐらいあるんですね、確か。で35ぐらいあるってことは、もちろん日焼け止めに関する何か成分が入っているということなので、どういうものが入ってるのかなって見てみたら、まんまと酸化亜鉛と酸化チタン入ってたんですね。酸化鉄も入ってた、ですよね。でちょっとびっくりして、じゃあこれ使えないやって思って、でも今までこれ使ってきて特に問題なかったので、おそらく配合量がすごい少ないんだと思います。いろんな成分が入っている中で一番最後に酸化チタン、酸化亜鉛っていうふうに書いてあったので、おそらく配合量が少ないのかなっていうところですね。あとは何かしら保湿クリームとか塗った後にこのパウダーを叩いてるだけなので、直接ガッて肌に塗り込んでいるっていう感じではなかったので、大丈夫だったのかなっていうふうに思いました。なんですけども、あまりにあんな風にですね、肌が荒れた後にですね、さすがにその酸化亜鉛っていうのを使うのが怖くなったので、このもうちょっとノブはやめておこうと思って、だけどちょっと肌がすごいテカりやすいので、夏は特にテカる体質なので、あまりにもテカっちゃうと何かしらパウダーで抑えないと、厳しいというところがあるので、あとはやっぱり日焼け止めもしたいなっていうふうに思ったので、いろいろそういうのを探してですね、酸化亜鉛が入っていないパウダーですね、プレストパウダーっていうのを探していて、で見つけたのが、こちらなんですね。これ見せても全然わかんないですけど、これなんですね。無印良品です。無印良品の UV ルースパウダープレストタイプ、これです。ナチュラル。これがすごい優秀なんですよ。なんでかっていうと、無香料、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー、紫外線吸収剤フリーっていうすごいフリーな処方、お肌に優しいですよって処方なのにもかかわらず SPF50 で PA がプラスが4つなんです。すごいこれ日焼け止め効果が高いやつなんですよね。でもこの SPF50 とかっていうのって何かっていうとそれ塗ってから何時間日焼け止め効果が持続するのかっていうことなので、50ぐらいあるとかなり何十時間とか持つらしいんですけども、そこはですねちょっと深くは言いませんけども、結構優秀なんですよ。敏感肌の方にもすごい使いやすいですよっていう手法になっているので、裏のこの成分を見てもですね、酸化亜鉛はちょっとこれじゃちょっとわかんないと思うんですけども、普通にこれ無印良品に売ってます。いろんな種類のプレストパウダーあるんですけども、01のナチュラルってやつですね。で
裏のこう見てもですね、酸化亜鉛は入っていないんです。なので酸化亜鉛が入っていないから OK だろうというふうに思ってこれを購入しました。で購入してですね、こういう感じのプレストパウダーなんですけども、これをこうつけてみたわけなんですね。でこれSPF が50っていうだけあって、一番最初にですね、成分表示の一番最初に酸化チタンって書いてあるんですよ。ってことは酸化チタンだらけっていうことなんですよね。いろんな成分入ってるんだけども、なんかメインが酸化チタンみたいな多い順に書かれているので、すごいいっぱい酸化チタンが入ってるんですね。なのでこれ塗ると、結構白浮きします。やっぱりすごい白浮きしてファーって白くなります。でもその白浮きすることによってその白い粉が、紫外線をパンってこう跳ね返すみたいな役割をしてくれるわけなんですね。なんで使い勝手的にはちょっと微妙なんだけれども、紫外線をこう防止する効果はあります。そして酸化亜鉛は入っていませんという優れもので、よしと思ってこれをこう使ってみたわけなんですね。で本当白浮きするので肌がもともと白い人はいいんですけど、私みたいに結構もともとの肌の色が浅黒い感じの人は本当になんか首との境目がすごいことになっちゃったりとかするような感じなんですけども、そういう処方なんですね。でこれを使ってよしこれを使っていこう今後はって思って OK というふうに思っていたらですね、なんとまたそれが落とし穴があってですね、なんとこれを使った2日後ぐらいですね、また2日後ぐらい今度は、もっとひどい腫れになりました。これもう本当に閲覧注意っていう感じなんですけども、じゃーんって全然こう別人ですよね。こんな感じになっちゃいました。びっくりして、本当にもうここまで来ると目が開けられないんですよ。全然目が開けられなくって、でこの辺とかもうすっごい膨れちゃって、なんかもう顔の造形がもう全然違うみたいな、本当に多分誰かわからないくらいになっちゃいました。このブクブクってなんか鼻、この辺とかもなんかもうつながっちゃってるみたいな感じになって、このくぼみが一切ないんですよ。もうまぶたの下とかも普通今のこういうクマみたいな感じにへこんでますけど、ここすらここふっくら膨れてて、なんならシワが一切ないみたいな、もうシワはこの時全然なかった。シワがない42歳みたいな感じに、なりました。これひどかったんですよ本当に。もうこれもびっくりして、またやっぱり皮膚科に、行ってですね、さすがにこれを見て皮膚科の先生もやばいと思ってステロイドの飲み薬を出してきました。やっぱりでもステロイドの飲み薬ってすごく副作用が怖いので、なかなかちょっときついなと思ったんですけども、やっぱりさすがにこの顔ではもう何ともならないって思ったので、そのステロイドがちょっと入った炎症を抑える、すごいレベルが低いやつなんですけど2錠だけ飲みました。であとは普通に花粉症のアレルギーの薬ですねとかを飲んで、これさすがに2日後とかには全然治らなくって、4日目ぐらいにやっと引いてきたかなっていう感じですね。でだんだん腫れが引いてきて、それと同時に赤みが、少なくなってきて、で皮がベロベロ全部バーってめくる、首とかもですね、耳の辺とかも耳の中とかも皮がバーっていっぱいめくれて、っていう状態になりました。で最終的に治ってよかった安心っていう感じだったんですけども、これ何が原因かって言ったら、私はですね全然もうちょっと考えればよかったんですけども、金属アレルギーですおそらくっていうのは分かったのに、酸化亜鉛だけに反応して酸化チタンに反応しないっていう保証はないはずなんですよ。なのに普通にそう一般的に言われている酸化亜鉛はアレルギー出やすいけど酸化チタンは出にくいから安心ですよっていうのを、信じきってしまってですね、こちらをですね使っちゃったわけなんですね。もちろんこれが悪いわけではないんです。全然もちろんこれが悪いわけでもないですし、ノブのプレストパウダーが悪いわけでもないですし、最初に使った海外製の、バジャーって言っちゃった
のやつなんですけど、それが悪いわけでもなくって、要は金属アレルギーなわけなんですよね。私の場合はなんで酸化亜鉛はダメだったし、プラス酸化チタンもダメだったということが結果分かりました。はい。でその金属アレルギーを持っているっていうことをが自分で分かるために大変な思いをしたわけなんですけども、結果的にはですねそれが分かって、良かったという面もありました。はい。結構なんとなく昔からそういう気はしていたという予感はしていたんですね。何かっていうと、これもしかして金属アレルギーってことが分かってなくて隠れ金属アレルギーみたいな人が、いるかもしれないので、一応ちょっとお伝えをしておくと、私の場合は、そのネックレスとかをしてとかピアスをしてとかで、そこがバーって急にした瞬間とかしてしばらく経ってからただれたりとかっていう風になったことはないんですけども、そういう金属系のものを新品ならいいんですよ。新品ならいいんだけども、ネックレスとかでも何回かつけたものをつけると、特に夏ですね、するとその金属の匂いがすっごいしてきて、すごいそれで気分が悪くなるんですよね。でその金属の匂いとか、なんか上着とかについてるジャンバーとかのチャックありますよね。チャックとかの匂いでも私ダメなんですけど、そういうなんか金属と要はいわゆる金属の匂いじゃなくって、金属と汗が混じり合ってそういう匂いが出るんですけど、その匂いがすごい苦手なんですよね。ですごい敏感に感じるから、ちょっとこのネックレスダメだ、匂うわって言って外したりとかで、夏でもすぐにアクセサリーを外す人なんですよね。つけてても帰ってきたら出かける直前につけて、で帰ってきたらもうすぐ外す。ピアスとかもすぐ外すんですよ。なんか気持ち悪くって外すんですけど、それってやっぱりそういう風にしていたからその金属アレルギーの症状が出てなかったっていうだけで、もしかして夏場汗だらだらにかいてる時にもうずっとつけっぱなしとかにしてたら、そこからアレルギーその時点で出てたかもしれないなという風に思いました。なので、金属の匂いが気になる方、金属自体はもともとは匂わないんです。なんですけど、鉄棒とかもそうなんですけど、鉄棒の鉄に人間の手の垢っていうか汗、皮脂とかが、くっついて、それが反応することによってああいう鉄棒の匂いがするんですよ。でアクセサリーも一緒で、シルバーのアクセサリーとかそういうのを、身につけていることによってその汗と反応してそういう匂いがしてくるということなんですけども、もちろんきれいに洗ったりとかねすれば匂いは取れるので、それで使っていけば問題ないんですけれども、そういう匂いに敏感な人と敏感じゃない人っていると思うんですね。で匂いにその敏感なのはただ単に HSP なんじゃないかっていう話もあるんですけど、確かに HSP なんですけど、私はそれだけじゃなくてやっぱりアレルギーがあるからその匂いが異常に気になるんじゃないかなっていう気はしています。でピアスとかチャックとかそういう金属系のもの以外、ベルトのバックルとか例えば帽子についているちょっとした金具とかそういうのでも匂うんですよ。なんですごい敏感だなと思うんですけど、そういうの以外にもやっぱり化粧品、若い時はいろんな化粧品を変えたりして使ってたりしたんですけども、使うものによって金属の匂いがするやつがあったんですよ。確かに。でなんかその時とかは全然分かってなくて、なぜ金属の匂いがするのか、なんか鉄棒の匂いがなぜするのか全然分かってなかったんですけども、何回かそれがあるんですよね。このファンデーション使うとなんか金属の匂いがしてくるみたいな。で特にそれ日焼け止めは顕著だったんですよね。なんで若い時は普通に日焼け止めを塗ったりとかしていて、多分塗ってなんか匂いがするなって思ってすぐやめてたりとか、してるんですよね。なので、日焼け止めとかファンデーションとかそういうパウダーとか、その SPF 値があるものを塗った時に金属の匂いが時間経つとですね、塗ったすぐはあれなんですけど、塗ってしばらくしてそういう金属の匂いが気になるとかちょっとムズムズするっていう方はですね、やっぱ気をつけた方がいいんじゃないかなというふうに思います。私みたいにですねひどい顔パンパンにならないためにもですね、ちょっと気をつけていただいた方がいいかなと思います。すごい数は少ないと思います。大体の方が酸化亜鉛も大丈夫だし、酸化チタンも大丈夫だし、そんな匂いが気になるっていう方もそんなに多くはないと思うし、敏感な方は気になると思うんですけど、
ごく稀にやっぱり酸化亜鉛でアレルギーを起こすっていう方もいますし、でごくごく稀に私みたいに酸化チタンでもアレルギーを起こしちゃうっていう方もいると思いますので、やっぱ日焼け止めっていうのはすごい要注意ですよね。そういうものって日焼け止め以外にもそのパウダーとかファンデーションとかにも結構よく入っているので、注意が必要なんですけども、一番注意した方がいいのはやっぱり日焼け止めですよね。特に海外製のものっていうのはオーガニックであってもその入ってる成分の濃さが半端ないとか、いろいろあるわけなんですよね。で私がその最初に使ってバーってアレルギーが出たやつも、酸化亜鉛が使われています。でそれによって紫外線が防止できます。でもその酸化亜鉛って塗るとすごい白くなるんですよ。真っ白になっちゃうので嫌ですよね。白浮きしたくないので、その白浮きを防止するためにもういろいろな工夫をしてるんですね。でそれはクリアジンクって言って、クリア亜鉛っていう酸化亜鉛をクリアな状態にしたものっていうのが配合されていたんですね。そのクリアにするやり方っていろいろあるんですけど、超微粒子にしていたりするわけなんですね。もともとのこの元素がこれぐらいだとしたらもうすっごいちっちゃくして、そのちっちゃくすることによってこの白浮きを防いでくれる、っていうことをそういうものを施しているというわけなんですけども、やっぱりもともとの原子これぐらいだったらボンボンってこう塗っても肌の中になかなか入ってこれないんですけども、それを人工的に超微粒子にすることによってこの肌の内部に毛穴とかから入って中の方にまで入っていきやすくなるんですよね。で特にナノ化されているやつとかは要注意ですね。ナノ化とかまでされちゃってるともう絶対に肌の中に入っていく可能性がものすごい高いので、それがやっぱり入っていっちゃうとそこでこうやってバーって紫外線を防ぐ、散乱させるだけじゃなくてその中にまで入っていっちゃって悪さをしちゃうってことがありますよね。それをうまく排泄できる体を持っていればいいんですけど、私みたいにアレルギーを持っているとそれがここでわーって反応しちゃってえらいことになってしまいますので、やっぱり日焼け止めを選ぶときは注意が必要だと思います。でそもそもなんですけどもちょっと最近惑わされて日焼け止めを使っちゃったんですけども、やっぱり原点に立ち返ってみると日焼け止めって使わないに越したことがないんですよね。日焼け止めの成分ってめちゃくちゃ肌に悪いんですよ。どれだけオーガニックでいいもの、敏感肌用とかっていう風に作られていても確実に肌に悪いのは間違いないんですよね。なのでもちろんその紫外線によるダメージで肌には悪いことが起きるんですけども、でもそれを防ぐために肌に悪いものを塗ってるってことは、本末転倒っていうこともありますよね。なので酸化チタンとか酸化亜鉛って要はナチュラルオーガニックっていう風な化粧品で使われているだけあって、科学的なものではないんですよ。科学的なものではなくてもともと自然にある鉱物っていうのを使っているので、確かにナチュラルですよね。確かにナチュラルなんだけれども、でも実際よく考えてみたらそういう金属を顔に塗るっていうの自体どうなのっていうこととか、あとはそれが顔のちょっと中の方までね入っていってしまったりするとどういうことが起きるのかってこともちょっと考えた方がいいかなということですね。なので日焼け止めは極力塗らない方がいいです。塗らないのが正解です。だけどもあんまり日焼けをすると良くないので、帽子をかぶるとか日傘を差すとか、なるべく真夏の日中紫外線が一番強い時間帯には外に出ないとか、そういうふうに物理的に紫外線を防ぐっていうのが一番ベストなわけなんですね。塗らずに物理的に防ぐっていうのがいいです。で、あとはですねその皮膚がんになるとかっていうふうによく言うんですけれども、そもそも日本ってそこまで紫外線が強くないですし、日本人の肌って欧米人の白人の方とかに比べると強いんですよ。紫外線に対して色が黄色いですよね。なのでその紫外線に対してのこの
強さっていうのを白人の方に比べるとだいぶ強く持っているので、そこまでよっぽどのことをしない限り皮膚がんってことにはつながらない。日常的な生活を日本でしている日本人が日本で日常的な生活を送っている、ぐらいでは日焼け止め塗らなくても皮膚がんになるってことはよっぽど可能性としては低いと思います。なので、そこまで、強く気にする必要はないんじゃないかなっていうふうに私は思いますね。例えばですね、極端なんです。極端に例えばオーストラリアとかアメリカの大陸とかみたいなめちゃくちゃ乾燥した、紫外線がすごい強い、ところ、そういう土地に白人のようなめちゃくちゃ肌の弱い、色が白くって肌の防御能力が弱いような人たちがもうタンクトップと短パンとかでわーって、日傘もささずに歩いてる光景はよく見ますけど、それやったらそりゃ皮膚がんになるよねっていう感じなんですね。極端なんですね、やってることが。なので、そういう例を見てるともう皮膚がんになりますっていうのはあると思うんですけども、日本人は比較的ですね、強い肌がそういう紫外線に対する、抵抗力があるので、そこまで気にすることはないのかなというふうに思います。なので、それよりかはやっぱりこの肌のコンディションを常に整えておいて、水分補給をしっかりして、保湿ですね、保湿とかを心がけている状態で肌のコンディションがしっかり整っていれば、日焼けをしてもその日焼けをして、その紫外線の影響をですね、影響を跳ね返すために黒くなるんですよ。メラニン色素を出して、でメラニン色素を出して黒くなります。で黒く なるんだけども、ちゃんと肌が代謝できていれば、うまく代謝できていればだんだんと白く戻っていきます。なので肌のコンディションを整えるってことがまず一番大事なんですね。でそれが大事なのに、日焼け止めみたいなものを、強いものを毎日一年中塗っていると、それだけでダメージがどんどん、ついてきてしまいますよね。そうするとコンディション整えるのも難しくなってきてしまうので、まずは肌のコンディションを整えて保湿をしっかりすると。で日焼け止めは塗らずに、なるべく物理的にこの紫外線から、逃げるというか、そういうことをするということが、美容の対策としては、一番私の中ではそういったやり方がベストなんじゃないかなという結論に達しました。はい。で日焼けをしたくないとか、紫外線をなるべく浴びたくないっていうのは分かると思うんですけども、だけども、日を浴びないとビタミン D を合成できませんので、免疫力が落ちます。なので日は浴びないといけないんですね。なので、顔はやっぱりシワとかシミとかになるのが嫌っていうのがあると思うので、この手のひらのこういう手のひらとか、こういう手のこういうところですね、薄いところとか、こういうところはもうガンガン日に当てるように私はしています。こういうところにシミができたら嫌っちゃ嫌なんですけど、それできるのって20年後ぐらいの話とかだと思うので、別にそれぐらいの年になったらいいかっていうふうに思うので、夏場とかはですね、特に冬場とかは日に当たっている部分が少ないので免疫力が落ちがちなんですよね。日を浴びないとビタミン D が増えないんですよ。なので、なるべく手のひらとか車に乗っててもこの辺とかをですね、ちょっと直接日に当てるようにしています。で直接当てないと意味がないです。窓越しに当たる紫外線は紫外線の悪い部分だけ来て、そのビタミン D を合成してくれる成分が来ないので、窓を開けてちゃんと直接日に当てるようにすると、ビタミン D が合成されて免疫力が上がります。なので、そういった方法でですね、太陽紫外線とうまく付き合っていくっていうことを、していくといいんじゃないかなというふうに思います。ということで今日は以上になります。今日は、肌荒れのお話と、日焼け止めと美容のお話、金属アレルギーの話なんかをしていきました。またちょっと機会があればこういう話もしようかなというふうに思います。ぜひですねチャンネル登録していただきますと、食と健康、そういったことも、つながっていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。